どうも VR のカリスマミオライダー高松です。この動画は360度 VR 動画なので、スマートフォンからお越しの方は YouTube アプリから必ず見てください。で、見たい方向を指でグリグリして自由に見るということで、英語字幕も表示できるようにしたんで、こちら自作の首都高速の全体図です。ざっとなんで八重洲線などは省略してます。番号がたくさんあるけど C1 っていうのがぐるっとできる首都高速都心環状線です。 B っていうのは海沿いを走る湾岸線ね。主要の建物や名所も一緒に載せてます。で、今回は首都高速最難関と言われている都心環状線を一周します。内回り、つまり左回りで回ります。一周するのでスタート地点とゴール地点は一緒の3号線付近の谷町ジャンクションとなります。ということで最難関の環状線スタート。さあ、後ろの方には六本木ヒルズ森タワーが見えます。今走ってるのは渋谷線の3号線で、もうすぐこのね谷町ジャンクションのところで右の方に行って C1 の今回のねメインの一周する首都高都心環状線に乗ります。いや、一周するんだけどね、この都心環状線何が難しいかって、最難関って言われてるけど、難しいといえば分岐だよね。もうジャンクションが結構たくさんすぐ来るんだよ。で、もうすぐ右か左かもしくは真ん中かを判断しないといけないという、もうそこが難しいよね。首都高ってもう曲がり道多いでしょ。こういうゆったりとしてないんだよ。もう狭い東京を走ってるからさ、巡ってるからこの道路は。はい。で、今回料金なんだけどね、ちょっとこの都心環状線に関しては ETC の料金がややこしかったんで、現金だけでしか出してないけど1090円ね、現金キャッシュで、バイクの場合だけど車はもうちょい高いっす。でも ETC の場合は全体的にもうこの現金の価格よりは安いと思う。なんせ現金だと損するからね、やっぱ ETC つけないと高速道路って、政府もそういう風にしてるんでしょ、推進してるんだよね。ぜひ ETC をつけてくれと。人件費も節約になるしね、機械にしちゃえば。2ちゃんか5ちゃんかで見たんだけど、料金所のおっちゃんの仕事ってそこまで複雑ではないらしい。でも複雑じゃないからこそそんな難しくないから逆に辛いみたい。長い時間ね、あんなとこにいて。またジャンクションだよ。さっき谷町ジャンクションあったばっかじゃん。もう分かれ道がすごいよ。それが首都高の都心環状線だ。やっぱね、カーナビがないと辛いよね。だって昔なんてカーナビなかったでしょ。もうその時代超難関だったじゃん。めちゃめちゃ難しかったでしょこれ。すぐ分かれ道来るし、あんま制限速度も出せないし。おっと、遠くの方に東京タワーが見えてきましたよ。日本のシンボルです。そう、首都高ね、この辺走ると見えてくるんだよね、東京タワーが。で、夜は夜でライトアップもされてて、確か12時になったら消えちゃうのかな。だから夜のドライブ、東京タワーをメインに楽しみたい方は12時前までにこう走ってみるのもいいかもね。で、なんか冬と夏で色のイルミネーションの色の種類が違ったりっていうのも聞いたことあるんで、また違った一面が見れると。首都高ね、でも見てる暇ないよ。だって狭い東京うねうね無理やり走らせてる感じでしょ。もう景色なんか見てたら事故っちゃうからね、本当に。でも綺麗だけどね、東京タワー俺は好きだよ。スカイツリーよりは東京タワー派だね。こうね、自転車で山手線一周企画っていうのもやってまして、今そっちがメインになっちゃってるんだけど、それでもね東京タワーを周りを走るっていう企画もね今編集中なんで、最寄り駅は山手線で言えば浜松町かな。山手線の浜松町駅を降りると、遠くの方に東京タワーが見えてくるんで、歩いても、数十分歩けばね行けるんじゃないかなと。芝公園とかのとこにあるんだよね。東京タワー登ってみてくださいよ。来たことない人はぜひ。日本のシンボルなんで、もう昭和の時に作られたんだよね。スカイツリーは最近だけどさ、最近つっても結構前だけど、歴史がある建物なんで。ということでね、こんな感じでバイク動画ねたくさん撮って今編集中なんだけど、これバイク動画第3弾かな。第1弾がレインボーブリッジを渡るというね。で、第2弾がアクアラインを渡るという、第1弾のねレインボーブリッジを渡るのスタート地点がこの辺だね。そう、もうちょい行くと左の方に JR 線のその浜松町駅が見えてくると。
でモノレールもね今ちょうど正面に線があるでしょ。東京モノレール浜松町から羽田空港まで行くやつ。そうこれレインボーブリッジの時と違うフィルムなんで、まあ、フィルムっつってもデジタルなやつだけど。でこの浜崎橋ジャンクション今回左に行きます。レインボーブリッジ渡るやつではこう右に行くんだよね。でレインボーブリッジの方を渡って、大井パーキングまで行くと。今回はこの首都高環状線ね、都心環状線を一周する、内回りだね。つまり時計とは逆の左回りでこっちの方に行くという第3弾がこの首都高環状線です。で昼の環状線なんだけどね、夜の環状線もちゃんとね実はこの1日前に撮ってるんですよ。でもね、まあ、前にも言ったけど GoProMax360 度カメラの GoProMax で撮ってるんだけど、まあ暗いところに弱いんですよ。まあ基本カメラっていうのは光が必要だからね。やっぱカメラ光がないと全然ダメ、映像が。そうゆりかもめね。ゆりかもめはレインボーブリッジ渡るんで電車ねの下をくぐりました。これ新橋から出てるんだよね。でまあそんな感じでやっぱ光がね欲しいんですよ。だから映像があまり良くない、夜バージョンは。だから最初はねアップするのやめようかと思ったんだけど、まあ、一応せっかくね撮ったんで、まあ、みんなに一応見てもらってということで夜の首都高環状線バージョンをね、はいって言ってるとすぐジャンクションが来るということで、で左の方にね今回の全体地図を貼ってあります。いやスタートゴールまでね一周してるけどうねうねしてるでしょ。狭いんだよ東京は。それを無理やりこう高速道路作ってまあねないよりあった方がいいからね。で制限速度がほとんどもうね40キロとか50キロぐらいしか出せないんで、高速道路かよと。本当に40、50って大して速くないからね。まあでもこんなとこでね120キロも140キロも出しちゃったらねもうとんでもないことになっちゃうんで、そう一周なんか約 14.8 キロあるみたいで、まあ簡単に一周できちゃうんで、しかもずっとループできちゃうんだよある意味。だからまあ前から流行ってる悪いやつらがいて、ルーレット族っていうのがねこの首都高環状線都心環状線をぐるぐるしてるらしいのよ。結構改造した派手な車とかがさめちゃめちゃスピード違反してさ、もうだから一般車がいないレーシング会場とかでやりゃいいのにさ、これをね公道でやるやつらがいるんですよ。それ問題になってね。でなんか週末になると大黒ふ頭パーキングエリアが横浜の大黒ふ頭パーキングエリアに集まって、まあ、一息ついて、まあ、この都心環状線まで来てもう一晩中ずっとぐる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 してると、めちゃめちゃ派手なスピード出して、そうまあレースみたいなもんか。公道を使ったもうアウトですよそれは。俺もね実際1回か2回遭遇したことある。すげえ音出してブーンっつってマフラーからで、そうもう煽られてるかのような、そんな感覚よ。もうこっちを巻き込まないでくれという、まあ、それがルーレット族っていうのがここにいましてね。最近はどうなんだろうね、まあ、大黒ふ頭パーキングエリアをね今封鎖してるらしいんで、週末そうやって集まれないように。俺もこの間撮影して夜ちょっと大黒ふ頭パーキングエリア行ってみようと思ったらやってなくてそのまま外に出されちゃったと。そうなんですよ、あいつらのせいでね大黒ふ頭パーキング行けなかったんでね。いやーそんな感じのねさまざまな問題もある首都高都心環状線、ね、今回は内回り、多分外回りより内回りの方が短いんだろうね距離は。でもなんかウィキペディアによるとだいたい約 14.8 キロ一周だから、制限速度50キロとか40キロとかだから、まあほんの数十分で一周できちゃうね。俺ちなみに制限速度守って運行してるんで、特に動画を出す立場なんで。でまあなぜこのスピードメーターのところが黒くなってるのかというと、まあお答えしましょう。だから俺はね制限速度守ってるけど、もしねこの仮にこのメーターを打ち上げてたとしたら周りの走ってる車たちが全員違反者なんじゃないかみたいなのが確定しちゃうんで、あえて曖昧にするために黒く潰してます。はい、今回別にね取り締まるのが目的じゃないんで、その景色をね都心環状線を一周してみようの企画なんで、だからね、まあ、他の車はね関係ないんで。ということでね、今もう半分ぐらい過ぎたかな、この都心環状線企画も。まあもう少し行くとね江戸橋ジャンクションっていうのがあってね、まあ、そこ3方向に分かれてるわけよ。そうまあこのね都心環状線もアンケートだとやっぱ第1位なんだけど、そのややこしさ
その江戸橋ジャンクション右の方に行く6号線の箱崎ジャンクションも嫌だっていう人結構いるんだよね。あの辺もゴニョゴニョってなってるから、いやもう普通の高速道路と違うからね。普通の高速道路はまあゆったりほぼ直進、たまに曲がってみたいな、いやージャンクションあんかみたいにたまにあるぐらいでしょ。これもうすぐあるからさ。で今ナウの地図を左の方に出してます。ほら見て、看板3つあるでしょ。ややこしい文字だらけ。これカーナビない時代の人たちどうやってたのって感じ。もう事前に調べとかないと無理でしょこれ。まあ、慣れてる人ならまだしも、慣れててもボケーっとしてたらミスるかもしんないね。いやーこんなの怖いよ。どっちドカーンってぶつかっちゃう人も結構いると思うよ。まあでもカーナビ開発した人すごいよね。今じゃスマートフォンがカーナビ代わりになって、カーナビ会社大変だけど、だってスマートフォンあれば簡単にできちゃうもんね。俺もほらバイクのとこについてるでしょスマートフォン。これにまあ Google マップかなんかのその経路を入れてまあ行ってたりするわけよ。しかもスピードまで出てくるからね。今何十キロですみたいな GPS で測って、実際のほらタイヤで測定するそのスピードメーターとは違って、その空から測るとどんだけ時代は進化してんだよって感じだね。いやーこれね朝なんでね、とても眩しいっす太陽が。まあ雨降ってないだけで十分なんだけど、雲は多いけど、まあ順番的には最初にこのね同じ日に撮影してんのよ。アクアラインもレインボーブリッジも。アクアライン撮ってで一周この都心環状線を撮ってからのレインボーブリッジに行ってる感じで、その後ねベイブリッジも行ってますんで、ベイブリッジ編もねちょっとアップしていこうかと。名所なんでね日本の。はい、で今下でっかい JR 線をくぐります。くぐったっていうかまあ上を通ってるんだけど、 JR 線がむしろ俺の下をくぐってるみたいな感じだね。いやーバイクもね走りますよ。ちょっとこれまだね夏に撮ったんでねめちゃめちゃ暑い。まだねガチなライダース装備をしてないんでね、ちょっと買わなきゃな。なんか胸とか背中とか肩とかにちゃんとねショック吸収するやつがついてるやつがいいね。まあ安全第一なんで、高速走るときはやっぱフルフェイスじゃないとね。ジェット型っていうヘルメットもあるんだけど、事故って転がったときにまあね追突した瞬間意識あっても地面に転がったときに顎を打っちゃうらしいんだよ。顎が守られてないヘルメットはジェット型とか、それで気絶して後続車にはねられてしまうという、そういった感じになってしまうので、やっぱフルフェイスがいいってことだねヘルメットは。ということでね、またしてもジャンクションですよ。はい、まあ、今回この首都高速環状線1周は、まあ、今までね俺が VR 動画で出してきた中で一番長いと。18分51秒あるみたいで、まあ、その分ね実況もしていくって決めたんで結構喋りまくってるわけだけど、いやまだ6分もあんのかいみたいな。いやみんな飽きないでよ、俺の実況聞いてくださいよしっかり。まあもちろん景色も見ながらだけど、でまあ喋ったら喋った分ね字幕をつけなきゃいけないっていうね。俺はそう全世界に発信してるんで、全地球人対象チャンネルを目指してるんで、だからまあ YouTube の設定から英語訳、中国語訳、韓国語訳、タイ語訳、ヒンディー語訳をこれつけてるんですよ毎回。全部の VR 動画に関しては。他のチャンネルはつけてないんだけどね、まあ、ファーストチャンネルとかゲームチャンネルとかあるけど、俺はこの VR チャンネルに関してはガチでもう全世界に広がってほしいんで、地球カバーしてるんで、まあ英語が書いてあればみんななんとかなるでしょうってことで英語は必ずつけようと思ってたんだけど、欲が出てきて、いや中国語とか韓国語とか言っちゃおうかな、タイ語まで言っちゃおうみたいな。ヒンディー語とかよくわかんないからね俺自身で。今通ってるのが北の丸トンネルってとこなんだけど、まあ、左方面は皇居があって、まあ、右の方にはね武道館とかも近いんで、もう自然豊かな皇居ってことだね。緑が多いでしょこの辺。東京ってビルばっかのイメージだけどね、皇居の辺はね緑がたくさんあって、その皇居ランナーみたいな皇居の周りを毎朝こうジョギングしてる人たち結構いるけど、絶対心癒されるでしょあんなの毎回走ってたら。いやーこの川もね、まああんま色は良くないんだけどまあ絵になるとこだよね皇居は。でまあ間もなく新宿が近いね。4号線のある新宿、まあ、この辺はまあ三宅坂ジャンクションだっけ、よく有名なね交通ラジオで出てくる三宅坂ジャンクションがどうのこうのってやつ
でナウの地図も載せておきます。でこの辺はね千鳥ヶ淵っていうめちゃめちゃ桜が綺麗なところがあってね、花見といえば靖国神社もいいね。千鳥ヶ淵から近いんでね、あんまり制限速度が高くない首都高速環状線だけど、オービス気をつけてね、自動速度取締機ね、オービスっていうの、場所によってはね固定されてるもんだけじゃなくてね、移動式オービスっていうのもたくさんあるんで、移動式オービスの話は後でしますね。一旦左の方にね、今回の拡大図、首都高環状線の拡大図ね、で今日のルートもアニメーションついてるんで、右の方がね新宿4号線に行く三宅坂ジャンクション、今回3号線のところがゴールなんで直進しますけど、この大体ね今走ってるらへんの真上に最高裁判所があるということで、裁判所の最高のやつだからねで左の方にね首都高の全体図、東京の首都高の全体図ね、番号だらけでしょこれ。水って書いてあるのが海ね。でこの C1 ってとこをぐるぐる回ってるわけですよ。で C2 っていうのがねさらに大きく円を描く首都高中央環状線ってやつね。都心環状線と中央環状線っていうのがあると。そんな感じです。で移動オービスってね交通課の警察官が小型のオービスをね最近持ち運びして自由にどこでも取り締まりができるオービスね。今はね朝の7時とか8時なんだけど、昨日の約10時間前の夜10時頃には谷町ジャンクションの外回りの方で移動オービスやってたんで、警察官がね3人ぐらいいたかな、青い服着た交通課のもうね、湾岸線とかなら80キロとか出せるけど、この首都高の都心環状線なんて40キロとか50キロの地帯なんで、一歩間違えると簡単に取り締まられちゃうんでね、免停とか痛いでしょ。だって特にほら免許がないと仕事をできない職種の人、トラックドライバーとかタクシーの人とかはもう死活問題だからね、本当に。気をつけなきゃいけない首都高都心環状線ですよ。そういった面でもね、分岐も多いし事故にも気をつけなきゃいけないけど、スピード違反も気をつけなきゃいけないという。で覆面とかもいたりするんで、あらゆるところにもね警察官の車両がいたりするんでね、それだけ治安は守られてるわけですけど、警察によって、この長いトンネルを抜けるともう間もなくスタート地点、そしてゴール地点でもある谷町ジャンクションだね。いや一周しちゃったんだね。約17分30秒か今そんだけ走ってるわけだけど、朝ね、もう朝からバイクかっこいいね。俺アメリカンバイクずっと乗りたいよ。まだ大型免許ないんでね、ハーレー乗れないんだけど、ハーレーってもうほら大型がないと乗れないじゃん。あるのかな、普通の中面のハーレーもないよね多分。合宿とかで撮ろうかな。いやでも通いの方がいいよね。 YouTube あるし、俺合宿で2週間とか行ってたらもう投稿止まっちゃうもんね。やっぱね毎日投稿が大事なんで YouTube は。今回ね間もなくゴールの谷町ジャンクション、右の方に行くとね3号線渋谷線ね、東名高速道路とかとつながってる方の道路だからもう富士山とか行けるよ。東名ブワーって行けば富士とか名古屋の方まで行くね。東京と名古屋をつなぐのが東名高速道路なんで、東名高速道路はゆったり走れるからね、ここより。ということで今回のゴール地点谷町ジャンクションの標識が見えてきたよ。いや一周しちゃったね。この下に真下にあるのがね外回り時計回りの方のね都心環状線。本日のゴール地点の地図、スタートでもあるけどね一周しちゃったということで、右斜め前にあるのがね最初合流したところだね、スタートで。ということでまた次回チャンネル登録グッドボタンお願いします。